空が青いなあ。はい、ですね、今日はですね、水耕栽培、こちらね、だいぶちょっと手狭になってきましたんで、はい、今日はですね、こちらに、作業台の上にですね、はい、このような、棚を作りまして、そして、ちょっと水耕栽培ができる、プラスチックの容器をですね、はい、並べられるように、ちょっとちゃちゃっと、棚を作りたいと思います。ということでやっていきます。ゲッツ。はい、ということでですね、ざっくり図面をね、引きまして、ワイド、高さ、そして幅、ワイドと幅は一緒でございます。ワイド、高さ、奥行きですね。はい、こちらの寸法を出しまして、ざっくり材料の拾い出しをいたしましてですね。はい、そして、切っていきます。基本的には材料を買わずにですね、今ここに、フツラボにあるですね材料を使ってですね、はい、そしてなるべく廃材を使ってですね、組み立てていこうというふうに考えております。ということで久々にね、大工動画 DIY 動画になっておりますけれども、ほとんど早送りでお送りしていきます。ということで、つまらないナレーションが入りますけれども、今日はね宇宙の話はいたしません。はい、しませんけれども、ちょっと最近ね、水耕栽培にハマっておりましてですね、はい、水耕栽培でも、結構立派な野菜が作れるんだということを知りましてですね、はい、そしてですね、水耕栽培はですね、天候に左右されずに、環境に左右されずに、はい、作っていける野菜ということでね、注目されてますけれども、結局その太陽を人工的に LED で与えますので、電気代がかかるということでネックになりますよね、それがね。はい、でそれをね、どうしようかっていうものを、考えた時にですね、ソーラー発電だというようなことで、今こちら左上の方にねちらっと映っておりますけれども、リータイムさんというね、ソーラー発電用のバッテリーとインバーターを、ぜひ、宣伝していただけないかということでたまたまご連絡いただきましてですね、いわゆる案件というやつですね。はい、ソーラーパネルで、発電した電気を水耕栽培の方に、使えばですね、電気代はかからなくて済むということでちょっと本格的にですね、水耕栽培をやってみようかなというふうに思っている次第でございます。以前ね、ソーラーパネルの工事をバッシーさんのところのお家にね、しに行ったので、大体なんとなくはわかるんですけれども、
完全に初めてからやるというのは、今回初めてになりますので、こちらもですね、もうしばらくするとフツラボプロジェクト、ソーラー発電 DIY ということで始まると思いますので、ぜひ皆さんお楽しみくださいませ。それでね、リータイムさんからですね、バッテリーとインバーターご供給いただいたんですけれども、ソーラーパネルは取り扱ってないということでですね、急遽ですねパネルを必要だなということで緑園さんというね、メーカーさんがいらっしゃるんですけども、そこはですね、バッテリーもインバーターもパネルも扱っているんですけれども、はい、この男はですね、ひらめきました。はい、リータイムさんから案件をいただいたので、緑園さんにもですね、パネルの支給お願いできないかなって思ってですね、ダメ元で、ご連絡してみました。フツラボという YouTuber なんですが、今度ソーラーパネルの工事を DIY をやるんですけれども、パネルをね、供給していただけませんかということで、ご連絡したところですね、はい、快く承諾していただきまして、はい、ただね、枚数が枚数なもんですからね、2枚だけ、パネル2枚だけ、410W のパネル2枚だけ、はい、ご支給いただきましてですね、あと残りはちょっと買わせていただきました。ということで、リタイムさんバーサスじゃねえや、プラス緑園さんで、もうしばらくしますとソーラー発電フツラボシステムということで、できると思いますので、やっていきたいと思いますので、ぜひ、お楽しみくださいませ。これも完全に何もないところからソーラー発電を、パネルをね屋根上に設置し、そして、バッテリーとインバーターをつけ、そして既存のね、電力グリッドと言われてますがと、融合させてですね、はい、商用電力もソーラーパネルも両方使えるように、ちょっといろいろ考えております。はい、よくあるのはね、バッテリーだけでソーラーだけで、完結する DIY 番組ありますけれども、はい、それではね、枠組みができたので、天板をつけていきたいんですけど、こちらね、以前住居部分の床材を張った時に、一緒に梱包されてたこの板がねちょうど寸法合うんで、この廃材を使って天板を作っていきたいと思います。はい、ということでね、こちら大理石の床材を作った時に、大理石の中というかですね、梱包材として一緒に入っていた材料を、私はですね捨てずに取っておいたわけでございますね。はい、そうするとぴったりでございます、寸法が。そして薄くてですね、はい、天板の、用途にはぴったりということで、こちらを使わさせていただきます。ということでね、ソーラーパネルの、ソーラーパネルだけ、組むシステムっていうのもありますし、グリッドと共用させると、いわゆる、ソーラーが発電しなくなった時、曇ってたり雨降ってたり、その時はですね、商用電力を使うということで、併用して使うということで、基本的には一般的にはその売電されてる方とかはね、そちらが多いんですが、 DIY ではなかなかちょっと、技術的に難しいということだったのですが、そ
そこにあえてちょっとチャレンジしていきたいなと思っております。ということで、はい、完成です。どうやらできたようですのでね、棚を、作業台の上に乗せて、プラスチックケースを並べてみます。はいはい、高さもね、なかなかいい感じなんじゃないでしょうか。そして、LED をね、今回また、赤の波長が強い LED を、購入いたしまして、はい、そして、取り付けていっております。はい、どんな色なんでしょうね。うわ、気色悪。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、ちゃちゃっとこちらの方にね、棚を増設いたしました。はい、水耕栽培用ので、今ついてる LED が赤なんですけど、はい、ちょっと気色悪いですよね。はい、実はですね、発芽促進、種をまいて発芽するまでに、どうやらですね、赤の、波長、600から650ナノメーターと言われているらしいんですが、その波長がですね、発芽のスイッチを入れるということらしくですね、発芽を促進させるということらしいので、はい、特に、レタスなどの種のことを、好光性種子というらしいんですね。はい、ですので、光を、発芽の時に必要になるということらしいのですよ。はい、だから水と酸素と、光と、なんかがあると、ある程度気温ですね、気温、暖かくなって20度を超えてくると、発芽適応温度になると、発芽スイッチが入るということらしいので、それをこの赤の LED はね、発芽のスイッチを、押す、気温はだいぶ上がってきましたんでね、はい、で、これで発芽が早く進むのかどうかちょっと実験してみたいと思います。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月。はい、ということでね、今このレタスをですね、はい、全部、パレットの方に入れました。そしてね、4月28日種まきして、何日ぐらいで発芽するのか、通常ね、何もしないで、こちらの、光を当てると、1週間5日とか5日から7日ぐらいで発芽順番にしていくっていう感じですね。はい、ということで、じゃん、レタス、じゃん、こちらで試してみたいと思います。それではまた来週。